ペンネームマイケルさん、20代の男性からいただいたお悩みです。お忙しいところ失礼いたします。このような形で話を聞いていただくのは初めてになりますが、よろしくお願いいたします。3年前に小学校からの親友が事故で亡くなりました。人の死を実感した初めての出来事でした。人の死がこんなにも心に穴を開け、また家族を失う、子供を失う辛さを近くで感じました。私は現在獣医師として働いています。仕事の影響もあり、動物の死と人の死は同じなのか、どちらが重いのかなど変に考え込む日々が3年続きました。その中で私は社会人枠の医学部受験を決めました。その人にとっての大切な人を救い、それが不可能でも良い別れの時間を提供できる医師を目指したいと強く思うようになりました。しかしスキルアップしていく動機や自分の将来への不安、失敗した時の精神状態、そんなことを考えず、今はただ受験に向かうんだということは理解しているのですが、どうも気持ちのアップダウンが多い日々です。なんとか自分を奮い立たすためにインターネットでいい言葉を探し、医師として活躍する自分を妄想したり、それでも現実逃避なのか自分で目標を立てたにもかかわらず、すごく無気力になってしまう自分に情けなくなります。大事な人を亡くした時、人の感情は3つの段階を経ると聞きました。1、死者と共に生きたい。生きたいというのは死んでしまいたいということですね。2、死者と共にありたい。3、個人の意思を見出して役立てていく。私は2から3の間かと感じました。目標を立て直し、人生を上書きしたい気持ちと追いかけてくるような不安や悲しみとのバランスを保つにはどうしたらよいでしょうか。走り抜くだけが成功なのでしょうか。長文失礼いたしました。メールを送り、誰かに読んでいただけたという実感が得られるだけでも少し落ち着きます。ありがとうございます。仏教では私たちが生きるということの根底に2つの衝動があると説きます。この2つの衝動は何かというと、痛みを避けて快楽を得るっていうことなんです。痛みということの根源は何か。それは死にたくないっていうことですね。私たち命は、人間に限らず全ての生きとし生ける命は、みんな誰かに傷つけられたいとは思ってないわけです。自分が傷つきたくないと思って、自分が死にたくないと思ってます。この死にたくないという衝動が私たちの中にある。死にたくないので、私たちは身を守り、死を脅かされないように生きたい。もう一つは快楽を得るということです。つまりよりよく生きたいと思っているわけですね。考えてみれば、生まれてから現在に至るまで、これは20歳の人も30歳の人も40歳の人も80歳の人も100歳の人もずっとこの死ということを恐れ、痛みを避けて、そして快楽を得る、より良い状態を得るというために私たちは勉強し、いろいろな資格を取り、嫌なことも我慢して頑張ってきたわけですね。けれども実はこのおぎゃーと生まれた瞬間から死にたくない死にたくないとどこかで思っていながら、いつの間にか自分がいつかはそれでも死んでいくということを忘れて、よりよく生きるということだけを意識して私たちは生きているんです。さて今回ね、マイケルさんがずっと小さい時からの大切な友を失った。それ以降心の中にえも言われぬ不安が襲ってきたり、なんか自分はこのままでいいんだろうかっていうのを思ったり、死ということについて改めて向き合うようになられたっていうことなんですけれども、獣医師ということで、このずっと動物の死なんかには向き合ってこられたんだと思うんです。なので普通の人よりもより命の死ということはやはり獣医師として
動物たちの病気に関わっていれば、そうすれば時には死んでしまう命もあるわけですね。だけれどもどこか死が身近に、一般の人たちよりもたとえ動物の死でも身近にあるにせよ、どこかでマイケルさんの中で死は他人事だったんです。そう、私たちは実は毎日誰かが死んだという人の死に、その知らせを聞いてるはずなんです。あるいは世界のどこかで戦争が起きたとか、交通事故でこういうふうにして誰々亡くなったとか、震災で被災者でこうやって亡くなったとか、コロナで死者の人が出た、何人コロナにかかって何人亡くなったとか、そういうことを聞いてるわけです。でもね、どこかでずっと毎日のように誰かがどこかで亡くなったっていうことを聞いていながら、それがずっと人事だったところが、自分の家族とか自分の大事な友人とか恋人とか、本当に身近な命の死を感じると、初めてね、それが自分ごとになる、自分のこととして感じられるんです。だからマイケルさんはつまりね、今回その大切な小学校時代からの友人が亡くなったことによって、実は何が脅かされたかって言ったら、友人の身近な人の死を通じてマイケルさん自身の命の有限性っていうことを突きつけられたんです。獣医師として命が、助からない命がある、いや命はいつかは死んでいくんだということを知っていたようで、本当には分かっていなかった。でそれが友の死によって自分事として感じられたので、大きく感情が実は揺れているんです。さて、先ほど動物の死と人間の死、どちらが重いかと、仏教では全ての命はみんな死にたくないと思ってるんです。人間だけに限りません。だから全部命ということにおいては、どっちの人間の命が動物の命より上っていうことはないんです。全部命はみんな死にたくないと思っている。動物たちだってそうですね。私たちは人間なので人間の命の方が大事だって言いますけれども、猿の惑星になったら猿の命の方が大事だって猿は言いますよ。ねえ、ウサギさんが地球上を制覇したら、ウサギさんはウサギの命の方を優先するでしょうね。人間の方がウサギさんのしもべになったら、そしたらウサギさんのは致し方がないと、人間の命の方がよりもウサギの命の方が大事だって必ず言うでしょうね。バルタンス星人が出てきたら、バルタン星人の方が命が重いとバルタン星人は言うでしょう。キングギドラが出てきたら、キングギドラの方が命が重いと言うでしょう。それだけのことです。みんな全ての命は傷つけられたくないと思ってるし、死にたくないと思ってる。そう、私たちの命もみんな死にたくないと思ってる。ブッダはこの分かっているようで分からないこの現実を知らせるために、須弥山と呼ばれる死体置き場になっていたような、そんな場所にわざわざ弟子たちを連れてきて説法をなさった。死というものを皆さん弟子に見せたかった、感じさせたかった。さて、マイケルさんは仕事として獣医師になられている。でこの獣医師になられて、そして今ね、友人の死に直面をして、何か人間の命ということに対してより深く思うところがあって、そしてその医師、人間を扱う医師に今なろうとして勉強なさっている。ところがいろんな感情に苛まれて、それに対して集中できないということである。これが自分の死という死の、自分の命の有限性が脅かされた時起きている一つの出来事なんです。さて、問題は何か、そして処方箋として私がマイケルさんに伝えたいことは何かというと、マイケルさんね、マイケルさんの心の揺れというのは、実はその友達の友の死によって自分の命の有限性を脅かされたということが一つと、もう一つ、その自分の命の有限性によってこの人間の心にあるその衝動、強い衝動の一つ、自分が死ぬというところ、命が
いつまであるかわからないんだっていうことを脅かされたわけです。だから当然そこにはざわざわとしたものが出てくるわけですね。そしてもう一つ、だからこそよりよく生きたいというところが刺激されたんです。つまり獣医師であることももちろん一つの大切な仕事であるけれども、何か人の死ということを自分が関われるんじゃないか、そしてその医療を勉強することによって命を救っていくことができるんじゃないかで、そういう気持ちになられた。この死にたくないという衝動とよりよく生きたいというこの衝動、この二つがまさに激しく活性しているということですね。これが今刺激をされて、これがものすごく大きくこのセンサーが活性してしまっているということなんです。さてそこにでも一つ、このマイケルさんからのお手紙を読んでいて気づいた矛盾があります。マイケルさん、なんで医師になりたいんですか？もし医師になりたいということ、そのモチベーションが、自分がこの命の有限性というものを感じて、また友の死というのに直面して友と一緒にいたい。友は死んでしまったけれども、もし自分が医師になったら何かしら医療の力で救える命がある。だから医師になりたい。そういう気持ちがあって医師になろうという勉強をもしなさっているのであれば、これはおそらくモチベーションとして続かないと思います。なぜか、すべての命は必ず死にます。どんな医療をもってしても、どんな方法をもってしても、助からない命は助からないんです。じゃあ死ぬことは悪いことかって言ったら悪いことじゃないんです。私たちが生きていく、お腹が空いてご飯を食べる、そしてトイレに行きたくてトイレに行く、それと同じように死ということが自然と訪れる時が来ます。あるいはそれが病気によって、あるいはそれが事故によって、あるいは寿命によって、その死に至る直接的な原因というのは様々でしょうけれども、そしてまたでもね、そういった死にかけの命を医療によって救っていくということも可能になってきました。医学が発達して、科学が発達して、様々なことがかつてはできなかった、失われてしまった命が治らなかった、病気が治るようにも確かになってきた。だけれども、獣医師にしろ医師にしろ、それを志しているものの身としてね、そういうところにそれをプロとして関わっているものの身として、皆さんは救える命があるということを伝えるのも一つの役割けれども、同時に命は最終的には死んでいくんだということもまた医師としてしっかりとそれを、命を扱うものとしてですね、見据えていなければいけない。実はマイケルさんの体はそれが分かっているはずなんです。だけれども、何かその友の死があまりに悲しい、死ぬということを否定したくない、受け入れたくないであるがゆえに、何か自分が医療術というものを学んで救っていくことができるんではないかって思っている。そしてそれがモチベーションになって勉強しているとしたら、現実問題として友は死んだ。で、最終的に人間の死を食い止めることはできないけれども、医療を学びたい。ここにマイケルさんの本人が気づいてない迷いがあるような気がします。人間が死ぬということ、いつかは私たちは必ず死ぬということ、この死を前提として医学を勉強する、それであれば私はとてもいいと思います。けれども、何か自分がね、本当は成し得ないことを、でも人間に対する医療を勉強していったらそれが救えるんだと思って勉強しているのであれば、大きくおそらくこの自分の中で矛盾としてね、命は必ず死ぬんだということを今回友の死によって、大切な人の死によってそれを自分の体で初めて感じたわけです。でもその脅かされた自分の命に対して、脅かされている多くのその悲しんでいる人たちに対して、何とか医療を勉強することによってよりよく快適に死を避けて痛みを避けて生きたいというモチベーションから医療を勉強なさろうとしているのであれば、それはね、実はできないことをしようとしている。そしてそのために医師になろうとしている。当然これはブレます。獣医師であるということが悪いことではない。医師になるということもまた悪いことではない。
処方箋です。マイケルさんね、もう一度改めて死ということを見据えてください。友の死を悼んでる。確かにそうでしょう。友を亡くしたら悲しいです。でも実はマイケルさん、自分が死ぬのが怖いんですよ。本当は自分が死ぬのが怖い。だったらそれを徹底的に見つめてください。どういうことか。マイケルさんね、20代だからといってマイケルさんが死なないわけではない。20代だからといって死んでる命はいっぱいあります。変な話ですけど、お寺にいて人が亡くなったという報告を受ける側からすると、人間はおぎゃーと生まれた瞬間からいつか死ぬという前提のもとに生きてます。それが4歳5歳で死んでしまう人もいれば、金さん銀さんのように100歳まで生きる人もいるかもしれないけれども、いつかは土に帰るという契約をして私たちはこの世に出てきているんです。そして決してそれはでも悲しいことではない。それは意味嫌うことではない。必ず訪れることなんです。大事なことは何か。死ぬことではないんですよ。生きることです。今生きること。今どう生きるかということなんです。だからそう思った時にマイケルさん、改めてマイケルさんはもし自分が死ぬってなった時に、本当に自分は医師としてこれから生きていくっていうんであれば、医師の勉強をしっかりやったらいいと思います。でもそうではない、なんか自分が医療術を身につけることによって友達を救うことができたのかもしれないという、そういうモチベーションであれば、おそらくそれは集中しようと思っても集中できないという状況になると思います。いずれにしても自分の死ということを改めて見つめてみてください。その上で、明日もし自分が死ぬと思った時に、医師として生きたいのか、これまでのように獣医師として生きていくのか、どっちでもいいと思います。けれどもその最後の瞬間が訪れる時にね、後悔するような生き方だけはしない方がいいと思います。最後になりますが、実は私もいとこを20代で亡くしました。このいとこは獣医でした。勤務医でした。実家の牧場を継ぐ、そういうつもりで獣医になり、そして経験を積むために獣医師として勤めていました。ご両親は子供が5人いるんですよ。兄弟5人いるんです。女女女、男女です。牧場の跡継ぎのためにね、男の子が欲しかったけど、ずっと見事に女の子ばっかりで、ようやっとできた一人息子です。その彼が強要はしないけれども、やはり小さい時から牧場で動物たちに触れていって、自分の選択で大学に行って資格を取って獣医師になった。そして結婚を約束した彼女を連れて実家へ戻ってきて挨拶に来て、その数ヶ月後亡くなりました。20代でした。まあご両親の落胆っていうのはものすごいものでしたね。私もずっと恋にしてた、親戚ですから、いとこですからね。その子が小さい時このお寺に遊びに来て、一緒に夏のお盆の手伝いしたりということもありました。一緒に遊んだこともありました。とても人気のあるいいやつでしたね。あの若さでこれからっていう時に誰もがそう思いました。けれどもそれが命なんです。さてマイケルさん、友の死、これをきっかけとして今マイケルさんは大きく揺れている、揺らされている。なぜ？それは自分の命の有限性を身近な友の死によって感じたからなんです。今
医師を目指して勉強している。この揺らぎの中で勉強している。医師になるのもいい。獣医師として動物たちの命に関わるのもいい。いずれにしても改めて自分がこれからどうしていくのかっていうことを、自分の死を前提に考えてみてください。友がではなくて、マイケルさんはマイケルさんの命を全うしなければならない。マイケルさんだっていつ死ぬか分かんないんですよ。今多くの医療関係者の人から私のもとに講演の依頼とか、そしてまた同じような手紙が届きます。命に関わっている人たち、医師の方々でも、その人の死ということを自分の死としてなかなか置き換えて考えられないけれども、どうぞ、死というのは他人事ではないんです。すべての人に訪れます。大切なことは死を恐れることではないんです。いつか死ぬかもしれないというこの命を生きている。でも今生きている。この生をいつか死が訪れるときに悔いのないものにしていくということが大事なんです。恐れるべきことは死ではなくて、ちゃんと生きなかった、自分がなすべきことを精一杯やって生きなかったということなんです。どうぞそのことを胸に置いて、もう一度ね、勉強するのもよし、獣医師として頑張るのもよし、何が成功か、悔いのないように死んでいくことが本人にとっての成功です。どんな道に歩んでいようと、その道を自分の納得するもの、そういう道にしていく、それが人生です。どうぞマイケルさん、友達のお墓の前でしっかりと手を合わせてください。彼にそばにいてほしいという気持ち、それは大いにあるでしょう。でも命の有限性を自分が間近に友によって教えていただいて、そして自分の命の有限性を友が見せてくれてるんです。あなたも死にます。さて、その死が迫ってきたときに、あなたはどう生きてきたのか、そこが大きく最後の最後に自分にですね、のしかかってきます。自分の死を見据えたときに、マイケルさんはどうありたいのか、これをしっかりと見据えたときにね、おそらくブレのない勉強ができると思います。応援しています。頑張ってください。